こんにちは。今回私は富山県の富山市に行ってきました。ニューヨークタイムズ2025年に行くべき52カ所のうちの一つに選ばれた富山市、半日で楽しめたルートを紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。まずは富山市の場所について。富山市は富山県のほぼ中央から南東部分までを占めて、北には富山湾、東には立山連峰、西には丘陵山村地帯が連なり、南は豊かな田園風景や森林が広がっている場所です。とてもいい場所です。東京駅からも新幹線で2時間ちょっと3時間かからないくらいと、とてもアクセスがいいです。新幹線1本で富山駅まで行くことができます。令和2年の時に人口は41万人ちょっと、富山県の中では一番大きい都市となります。そして2025年にニューヨークタイムズ今年行くべき52カ所のうちの一つに選ばれています。人混みを避けながら文化的な感動と美食を存分に楽しむ。これが日本富山のいいところのようです。本当かってね。私は高岡市を楽しんでから富山市に移動しました。電車で20分くらいの距離です。人混みを避けながら文化的な感動と美食を存分に楽しむ。これ高岡市当てはまってると思います。ただ今回選ばれたのは富山市です。すごく楽しい高岡市も他の動画で紹介しています。チェックお願いします。富山市は狭いエリアの中に見どころがギュッと凝縮されています。ただ徒歩で全てを回るのはかなり大変です。そんな時にこの路面電車とても便利です。移動が速くなるし、リーズナブルですね。安いわけではないんですけど、この距離乗った割にはこの金額かと、そんなに高くは思いませんでした。それから疲れない。とてもいいです。この路面電車、スイカが使えました。なので、スマホにスイカ入れてる方はタッチ決済で乗り降りができます。このスピード感見てください。このスピード感があるからこそあっという間に目的地に到着します。最初に私が来たのは富山ブラックで有名なラーメン大輝さんです。路面電車をグランドプラザ前で降りて、そこから徒歩で5分かからないくらいの場所にあります。ラーメン屋さんに向かう途中に鈴木今さんがあります。52カ所に選ばれた中の文言の中に鈴木今でご飯を食べてって書いてあるんですけど、すんごく混んでました。こちらのラーメン屋さん、チャーシュー麺なんですね。で、メンマとチャーシューが入ってて、見てください、このブラックな感じ。少し食べて、しょっぱすぎてすぐ卵を入れました。本当にね、ガツンとくる味の濃さ、しょっぱさがあります。食べ方の説明を見ると、塩辛いメンマがもう塩辛いんですね。群馬県民の私は、群馬元気の5か条で、塩分控えてマイナス 1g ってやってるんですけど、この日はマイナス 1g は絶対に無理だと思いました。1時半ぐらいに食べ終わって外に行ったんですけど、まだ行列はありました。美味しかったし、人気店な理由が分かりました。次に私は富山市ガラス美術館に来ました。日照大輝さんのお店、道挟んで逆側のビル、歩いて2分ぐらいで玄関まで着きます。この富山市ガラス美術館も世界の行くべき52カ所のところの説明文の中に書かれています。外壁とても綺麗です。デザインがなんともかっこいいビルです。そして外だけじゃなくて中、この木を使ったぐるぐる巻きっていうんですかね。この形、内装がとても綺麗です。このビルは
有名な建築家隈研吾氏が監修しているビルになります。ガラスの展示とかもすごい綺麗でした。ここからはてっちゃんにはたまらないお店に行きます。喫茶ブルートレイン。ここも世界の行くべき52カ所の説明文の中に書かれています。なんとここではHO ゲージを走らせてくれるというとても楽しいイベントを美味しいコーヒーを飲みながら楽しむことができます。私は富山市ガラス美術館から歩いていきました。30分くらいかかったかな。ただ街の中を見たかったので歩いたんですけど、駅前を過ぎちゃうとちょっと栄えてる感じはあまりないです。いやー、このます寿司のお店、富山に来たならます寿司1回ぐらい食べたかったですね。今回食べる機会がなかったです。あとシェアサイクルあるみたいですね。私30分歩きましたけど、自転車あるなら使えばよかったって思いました。喫茶ブルートレインに到着しました。店の中に入って少してっちゃんの気持ち、溢れるてっちゃんの気持ちを抑えて、喫茶店ですからね、のんびりとコーヒーを楽しみたいと思います。私はコーヒーとチョコチーズケーキだったかなを注文しました。とても美味しいし、香りがねすごく良かったです。で、このお店はHOゲージ走らせてるだけではなくて、このように電車の関連する看板だったりとか、あとはなんかシートもちょっと高級な電車の、ね、座席みたいな形ですよね。ちょっと優雅にコーヒーでも飲もうかなと思ってたんですけど、目の前をHOゲージ走るとやっぱり迫力があって、子供のように無邪気に撮影をしてしまいました。店内を丸ごとジオラマにしているようで、その中を走らせていてとても面白かったです。喫茶ブルートレインで美味しいコーヒーをいただいた後は、路面電車の安野谷駅に向かって帰ります。路面電車の駅に行く途中、雨が降ってきました。私2日間富山県で旅行したんですけど、後ろ1日、もともと雨予報だったのがこの時間まで持ってくれたのは奇跡だと思いました。ただ目の前で路面電車が行ってしまう、赤信号待ちで次の電車を待たなければいけないという、ちょっとタイミングが悪かったです。雨本降りにならなかったのってやっぱり高岡の天原市海岸に行ったおかげなのかなと思うことにしました。これ雨降ってきてやべえってダッシュしてる時です新幹線に乗るまでに時間があったので、富山駅の中散策しました。世界の行くべき52カ所の説明文には混雑はないと書かれていたのですが、駅の中すごい人がごった返していました。外国の方もいらっしゃいましたね。駅の構内の中にはコインロッカーが3カ所あります。今回私荷物多かったので、コインロッカーに入れて富山市内を回ろうと思ったのですが、すべてのコインロッカーが満タンでした。ここ一つだけ空いてたんですけど、すぐ取られてしまいました。いや、本当にコインロッカーの撮影なんかしてる場合じゃなかったです。もうすぐ入れないと、貴重な空き一つだったんですけど、残念でした。駅にはご飯が食べられる場所があります。ただ、お寿司屋さんすごい混んでます。なので、新幹線の時間が決まっている場合は、お寿司屋さんはなかなか行くと待ち時間がすごいことになるので、余裕を持って行った方
方が良さそうです。私は時間がなかったので、塩ソフトだけ食べて我慢しました。富山市を半日で楽しめるかどうか、実際にやってみました。私、富山市に着いたのが1時ちょっと前で、電車14時過ぎぐらいの電車に乗って3時間ぐらいしか滞在しなかったんですけど、とても楽しかったです。そして、私、群馬の高崎なので、富山までってすぐ行けるので、また今回行けなかった場所は次回行きたいと思います。ということで、富山県編は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。富山に興味を持った方は、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。